はい、皆さんこんにちは。小さなパン工房です。今から私のハッピーワンに家にあるこたつを乗せてみようと思います。車の中でこたつをされてる方が結構いらっしゃって、私もやってみたいなと思って、こちらの方にね、なんかジャストフィットのこたつっていうのはインスタグラムでアップされてる方もいらしたんですけれども、それを買う前にとりあえず家にあるこたつをここに入れてみようと思います。でも大きいんですよね。幅が80センチあるので、入れてみたらどんな風になるのかやってみようと思います。そしてこの車の中でぬくぬくこたつに入って読書なんか楽しみたいと思います。どうなるか分かりませんが、とりあえずやってみます。ではこれはいらないでしょう。よいしょ。重い重い。よいしょよいしょよいしょ。重いぞ。こたつ持ってきた。布団持ってきた。こたつ布団持ってきたよ。よしよし。これはこたつ専用だからね、バッチリ合うはずよ。重い重いぜ。うわっ、いた。ペンケン泣きどころ振ったよ。こんな感じ。痛かった。こっち歩かないといけないからね。あっちにぴったりくっつけて、こんな感じでここでちょっとくつろぎたいと思います。少し FF ヒーターつけようと思います。本と携帯とパソコンも積んできました。お昼ご飯もここに積んでくると思います。よいしょ。はい、お昼ご飯もここにこうしてちょっとね移動しようと思うので、ひっつき虫でここをひっつけといて動かないように。よし、これもひっつき虫でくっつけて、よいしょ。じゃあゆっくりいつもの河原のとこまで行きます。運転席に来まして、運転席から見るとこんな感じ、こちらから見るとこんな感じです。すぐ後ろにこたつじゃあこれでちょっと移動します。移動します。後ろのこたつはこんな感じ。はい、着きました。はい、では後ろに移動したいと思います。いい景色のところにやってきたからね、行きますよ。よいしょ。あ、よいしょ。FF ヒーターはちょっと温まったので消しました。こんな感じです。よし、あったかい。足元ポカポカ最高。いや、これ最高だ。ちょっとでかいけど。よし、ご飯食べよう。私の目線からはこんな感じで、ね、景色が見えております。お昼ご飯食べて読書してお菓子食べてまったりしようと思います。じゃあいただきますよ。おう、ふっふっふっふ。はい、自分用にねお弁当作ってきました。これはおやつでは、いただきます。なんか曇ってないか。ではいただきます。おいしい。ご飯は美味しくいただきましたので、ではコーヒーとデザートでまったりしたいと思います。はい、
コーヒーを今入れまして、こたつでゆっくりいただきたいと思います。もう快適すぎて寝てしまいそうです。いただきます。最高。ここクッション置いてね、こうやって寝ちゃうよね。今から読書をしようと思います。私読書をしながらうとうとっとして寝たいと大好きです。今日は最近アガサ・クリスティにハマっているので、アガサ・クリスティの本を読みたいと思います。お菓子をいただきまして、ゆっくり本を読みます。そしてきっと本を読んでると寝てしまうので、これぐらい覗かれないように少し閉めてした。これぐらいなら覗かれないと思うので、ゆっくり本を読みます。よいしょ。最高だね。このこたつって何ワット消費してるのかな。見ればいいわ。ここ見ればいいわ。これは何ワット消費してますか。263ワット消費してますね。さっきドルチェグストでコーヒーを入れて、こたつを入れて約1時間ぐらいですね。それで 95% までリチウムバッテリーが減りましたので、ここであと 1,2 時間ゆっくりしたいと思います。これが快適ならワンコたちも連れてこようと思ってます。はい、これは最高だ。あったかい。これこたつあったら FF ヒーターいらないね。こんな感じで車内に80センチ四方の普通の家庭用の家にあるこたつを置いてみました。本当はもうちょっとちっちゃい方がいいんですが、ずっと使うかどうかわからないのでこちら置いてみたんですけれども、十分楽しめます。そしてこれ車中泊にご飯とかここで食べれるし、なんならこのままこたつして寝るのも気持ちよさそうですね。今日は一人で鍋をして食べようと思ってます。主人はね出張です。そして娘は合宿です。なので今日は一人ぼっちということで、車の中でお鍋をしようと思ってます。実は私ハッピーワンの中でお鍋するって初めてなんですよ。なので今日はですね、鍋といっても一人なんで、こちらの味噌煮込みうどんを買ってきました。久々にこのガスコンロを使ってやろうと思っています。今日はですね、外は結構荒れてまして、今雪が降ってきました。パリ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 で、今私はですね、近くのどっかいいところを探してそこでやろうかと思ったんですけども、ちょっと雪があまりにもひどいので車庫の中ですちょっと今日はキャンドルなんか灯しちゃって、あちゃ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 あ暑い。鳥可愛くないですか。ちょっとね、私ランタンに興味を持ち始めまして、まずはこのミニランタンにろうそくを入れてます。これをここに飾り、そしてこんなオイルランタンも入れてみました。これ虫除け成分なんでちょっと臭いんで、ハーブ臭いんで今日はやめておきます。今日はオイルランタンじゃなくて、こちらの IKEA のジャスミン、それをこちらにも入れて、こんな感じで置いて、一人ロマンチックでやっていこうと思います。だけど食べるものは味噌煮込みうどん、全くロマンチックじゃないんですがやろうと思います。はい、我が家IH なんで土鍋というものがなくてですね、
これなんか娘が韓国に行った時のお土産かなんかで買ってきたかわいい小鍋がありましたので、こちらを使用して鍋をしようと思います。最初ね IH を使おうかなと思ったんですけど、これガスコンロを使うとあったかくなるでしょ。で今 FF ヒーター使ってないんです。最初ちょっと FF ヒーター使っておいて、あとはこたつはね弱、めっちゃあったかいです。そしてこのガスを使えば車の中があったかくなるかなと思って今日は鍋をやります。お湯を入れて沸かして麺を入れて具材を入れると。具材はですねもう家でカットしてきました。おお、沸騰してきた。よいしょ。煮えてきましたので具材を入れますね。エビ、ちょっと白菜合わないけど白菜があったので白菜、しいたけ、おわ、薄揚げとネギ、こんな感じですよ。グツグツしてます。味噌を投入。おー、なんかいい感じよ。あ、鶏肉を入れるの忘れてた。鶏肉を投入。全部入れちゃった。こんな感じです。ここにね卵を入れるんだよね。卵も投入。よし。はい、卵も投入しました。ちょっとなんか溢れそうだけど、なんとか持ちこたえておくれ。こんな感じです。いただきます。食べます。これはジェフールの、お、いい感じだ。お、煮込まれてる。あー、どうですか？いただきます。美味しい。うまっ。先日主人がね、うちはリビングダイニングが一つになってるんですけど、エアコンと灯油ストーブつけてるんですけれども、主人がもったいないと思ったのでしょう。お母さんハッピーワンの中でいたら省エネになるんじゃないみたいなことを言ったんですよ。 FF ヒーターって1時間どれくらい燃費がかかるんかなみたいな、それちょっと測ってないんでわからないんですけどまあ安いでしょうね。この空間が狭いから一回過ごしてみたらっていうんで、じゃあやってみるわで、 FF ヒーターよりこのこたつの方がこれ燃費が良さそうじゃないですか。で今何ワット消費してるかというとですね、330ワットです。はい、こたつと車内の電気2つと明るくするライトを使ってて、そのライトと携帯充電して330ワット消費してます。なのでこたつって、300よりもっと下でしょうね。250、60ぐらいかな。昨日はお昼使ってみたんですけれども、その時に2時間ぐらい使って 10% ぐらい消費したんです。ですが今日ちょっと買い物に行ったらもう走行充電で 100% に戻ってました。なので昨日2時間ここで過ごした分はもう走行充電で元を取ったということになります。今 FF ヒーターはつけてなくて鍋用のガスをしてたのと、あとこたつが弱でもいいかもしれません。それでそれぐらいの電気を使っています。なんといってもね、やっぱり私はね足元が冷えるんですよね。なのでエアコンだけではやっぱり寒くて、足元に電気ストーブを置いたり、灯油のストーブを足元に置いたりするんですよね。それぐらいねやっぱりこたつはいいんですけど、自宅にはこたつは使ってないんです。なぜかっていうともうずっとこたつに入りっぱなしになってしまうから、はい、でもやっぱりこたつってやっぱりあったかくていいですよね。で
車中泊に行くときはやっぱりこの大きなこたつってちょっと邪魔になるんですけど、ネットで調べましたら60センチ60センチでこれぐらいかな、ニトリに売ってました。この天板っていうのかな、結構ね重いんですよね。でここが軽いといいと思います。でもこれあったらねぬくぬくで過ごせると思います、今度の車中泊の予定は2月に仙台に行く予定なので、それまでは車中泊する予定がないので、それまではこのこたつをここに置きっぱなしにしようかなと思います。そしてゆっくりとここで本を読んだりパソコンしたり家事をちゃちゃちゃっと済ませて、空いた時間はハッピーワンにこたつに当たりに来ようかなと思ってます。では今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしく